今日の飯はニンニク肉焼き飯だ。甘辛く煮詰めた豚バラ肉をニンニクをたっぷり効かせたチャーハンにぶっかけて食う北九州の B 級グルメだ。修羅の国の飯を食らい、俺自身も修羅となる。ニンニク、今日は2かけ使うが、もっと増やしてもいい。皮を剥き薄くスライス。芯は繊維質で焦げやすいので取り除いておく。そろそろ夏バテの季節がやってくるが、ニンニクに含まれているビタミン B1、 そして匂いの元であるアリシン、これらは滋養強壮、疲労回復に抜群の効果がある。疲れた時はニンニクを食らえと言われるのはこれが理由や。次に長ネギ、先端を切り落とし小口切り、みじん切りにしてもいい。ネギもニンニクと同様五燻の一つ。五燻とは匂いの強い5種類の野菜のことで、ニンニク、ネギ、ニラ、玉ねぎ、ラッキョウあたりを指す。五燻を食うと食欲が増し精力がつく。元気がない時は五燻をたらふく食えばエネルギッシュになれる。最後に肉。豚バラ肉は一口サイズにカット。よし、これで切り物は終わりや。小鍋を用意し調味料を入れる。比率は醤油、みりん、酒、砂糖が2対1対1対1だ。こいつらを火にかけ混ぜ合わせる。沸いたら火を弱め豚バラ肉を投入。火加減が強すぎると肉が硬くなるので注意だ。肉がくっつかないようにばらし、軽く火が通るまで煮込む。肉に火が通ったら一旦火を止め放置。味は冷める時に染み込む。また盛り付ける直前に温め直せば OK や。よし、じゃあチャーハンを作っていこう。今回は具材の味が濃いのでめちゃシンプルに作る。油は動物性のものを使うとコクが出る。今回はラード、どこのスーパーにも売っている。チー油でもうまいし、なかったら普通の油で OK や。ちなみに今回はちょっと油を入れすぎた。普通のチャーハンならこれぐらい入れた方がうまいんやけど、今回豚バラ肉が脂身が多いんで、チャーハンの油はちょっと減らした方が食べやすいやろ。油がある程度溶けたら火を弱めニンニクを投入。こいつを弱火でじっくり炒め、油にニンニクの香りをふんだんに移す。香りが立ち、ニンニクが色づいてきたら焦げる前にこいつらを救出。よし、取り出したらこっからは終始強火マックスや。うまいチャーハンのコツはできるだけ短時間で仕上げること。せめて3分以内には蹴りをつけたい。チャーハンは長く炒めると米の水分が抜けてパサパサになる。パサパサとパラパラは似てるようで全然ちゃう。短時間で仕上げるためにフライパンの表面温度はなるべく高くキープしたい。具材が入るたび温度が落ちるので、家庭のコンロの火力の場合、あらかじめフライパンはカンカンに熱くしておく。鉄フライパンはこれができるからいい。テフロンはここまで熱せれないので、具材を少なめにすると高い温度をキープしやすい。とにかくスピード勝負なので、具材と調味料は全て手元に置いておく。準備ができたら卵を投下。そしてすぐさま飯をイン。飯は温めたものを使う。冷たいとほぐすのに時間がかかるし、鍋の温度も下がる。温度を下げないように最初はむやみに煽らず、鍋を火元に近づけたまま米を溶きほぐしていく。パラパラにするコツやが、こんな感じで米を薄く広げてフライパンで焼き付けるイメージや。
これを何回か繰り返すと勝手にパラパラになる。はい、もう一度。米を広げてしばらく焼き付け、そして返す。これぞチャーハンパラパラルーティンや。ある程度パラパラになり、米と卵が交わったら素早く塩コショウで味付け。最終的な塩分量は 1% 弱を意識すればいい。そして中華ペースト、今回はウェイバー。もちろんソーミシャンタンや鶏ガラスープの素でもいい。ペーストはこのままやと混ざりにくいんで、酒か水で軽く溶かすと混ぜやすい。ここで米に失われた水分を少し戻すことでふっくら仕上がる。おっと、あまりの素早い動きにカメラもついてこれてないようだ。混ぜ合わせたら先ほど取り上げたガーリックチップとネギを投入。ネギはすぐ火が通るんで軽く合わせれば OK。 ここで味見。はい、もううまい。というわけで盛り付けじゃい。焼き飯を持ったら温め直した肉を上に乗っけて、よし、完成や。ニンニク肉焼き飯。熱いうちに早速いただきます。ああ、これは食う前からわかるやつや。もう見た目がうまい。ほーら、うまい。うまい肉とうまい焼き飯。組み合わせればそりゃうまいに決まってる。まさに約束されたうまさだ。ちなみにこの料理、福岡は北九州のとある中華料理屋で人気のメニューやが、修羅の国の猛者どもはこいつを食って強くなるのか。なるほど、あの成人式も納得だ。あと、ワイがこれに興味を持ったのは、とあるローカル番組で松本人志がこれを食って絶賛したのを見てからだ。修羅の国の猛者、そしてマッチョなまっちゃん。これを食えば彼らのように強くなれる日もそう遠くはないはずだ。ごちそうさまでした。